皆さんこんにちは、こたつマニアです。今回は四角のオブジェクトをキャンバスにして、マスクツールでイラストを描いていきますよ。キャンバスのボクセルリメッシュ解像度は400から500にしました。赤いチューブは定規の役割で置いておきますね。マスクツールでイラストを描いた後、設定マスクの高さを指定します。マスクとオブジェクトの大きさの違いが気になっちゃいますので、スムーズの数値を一旦0に設定します。そこから微調整しましたよ。この設定はお好みでどうぞ。そして下へスクロールして、取り出すをタップ。最後に上部ツールバーの、すべてクリアをタップして、マスクを削除します。ギズモを使って拡大縮小させ、自由にレイアウトしていきますよ。まずはスイカみたいな丸を描き、イラストの枠とします。はみ出しちゃっても大丈夫。左の、マスク解除をタップすれば消しゴムに早変わり。ちょっと寂しいので、レンガ模様を足してみますよ。クローンをタップして、レンガ模様を複製してランダムに配置しました。シーンを呼び出して、レンガのオブジェクトをすべてチェックして、リメッシュして一つのオブジェクトにしました。はみ出した部分を、分割ツールの、多角形を使ってカットします。選択範囲を指定して、緑色のポイントをタップしてカット。不要な部分を削除します。選択範囲を消去するには、リセットをタップしてください。次は、円とレンガ模様をリメッシュして結合します。この切り絵みたいなイラストの下に、彩色用のオブジェクトを作ります。キャンバスをタップして選択。円に沿ってマスクで描きます。同様に取り出せば、着色用のパーツの完成です。さて、この辺りに不思議なお城を描きましょうか。2月15日は、次に移行の日です。おめでとう、すべての、次に移行マニア。今回は大好きなビデオゲーム、イコです。運命を切り開くため、手をつなぎ冒険する作品です。そんな、イコを、ノマドスカルプトでコネコネ。レッツラゴー。今回も、ノマドスカルプトは使いこなせていませんか？どうぞ温かい目でご覧くださいませ。各ツールの使い方は、以前の動画。タイトル、クラブなどをどうぞご視聴くださいませ。ギズモを使えば前後のレイアウトも自由に動かせます。お城は円より少し前に配置してみますね。そういえば、
このお城は海岸の崖に立っていましたね。別パーツで波の模様を作りましょう。物語の冒頭、彼女へと導く螺旋のスロープを作ります。スロープは丸い枠より後ろに配置しますよ。その後ろにお城の壁面を作ってみますね。さて、主役の二人を描きましょうか。しばし、カキカキ。せっかく奥行きを作りましたので、ライトを配置してみます。上部、シェーディングから、ライトを追加をタップ。画面内のライトのマークをギズモで編集します。上部ツールバーで、ライトの明るさや色などを編集できますよ。さて、色を塗ったら完成です。大丈夫？僕がいるから心配ないよ。さあ、行こう。そんなことを言って、不安そうな君の手をつないで。でも本当はね。君がいたから、次に行こうと思えたんだよ。お粗末様でした。